サッカー日本代表ワールドカップ出場決定おめでとうございます。ワールドカップに出場する48カ国の中で世界最速の決定ということで、ドーハの悲劇やジョホールバルの歓喜のあの頃を思えば覚醒の感がある出場決定なのですが、アジア予選はまだあと3試合残っています。これだけ見ると残り3試合は消化試合だし、思い切った選手の入れ替えをしてほしい。いっそ全員 J リーグ組にしてみては。五輪代表を一気に呼ぼうなどなどいろいろ考えてしまうものですが、そうは簡単に選手の入れ替えをすることはできません。なぜなら日本代表はおそらく全勝出場を目標としているだろうからです。なぜそんなことを目標としているのか、その理由について解説していきます。フットボール天国。なぜ日本代表がアジア予選全勝を目的としているか。その理由はズバリワールドカップの本大会1次リーグ組み合わせ抽選を見越しているからです。詳しく説明していきます。2026年のワールドカップは今までのワールドカップと違い、出場枠が広がり48チームが出場することとなります。その48の出場枠を目指し各地で予選が行われていたり、これから行われるわけですが、その48チームは 4×12 のグループに分かれ1次リーグを戦います。各グループの上位2チームと各3位の上位8チームが決勝トーナメントに進むことになります。2023年3月15日大会フォーマット発表なので、1次リーグを突破しようやく参加できたトーナメント。今までの形式では16チーム、いわゆるベスト16で始まっていたものが、次回大会から32チームでスタートという形になります。今までの日本代表の最高成績かつ現在の代表のボーダーラインとなっている成績は、1次リーグを勝ち抜いてのベスト16、2、10、18、22年大会だったのですが、今大会は1次リーグを勝ち抜き、さらにトーナメントで1勝することで初めてベスト16にたどり着ける形となります。とりあえずまず1次リーグ突破はマストという条件に変わりはありません。この1次リーグの組み合わせ抽選に大きく絡んでくると予想されるのが FIFA ランキングです。まだ出場を決めているのは日本だけですが、出場48チームが前述の通りグループ A 名称仮から L までに4チームずつ振り分けられ、総当たりで対戦します。例年通りであればこのように分けられることが想定されます。ポット1、開催国であるカナダ、アメリカ、メキシコプラス出場国の FIFA ランキング上位9カ国。ポット2、上記を除く出場国の FIFA ランキング上位12カ国。ポット3、さらに上記を除く出場国の FIFA ランキング上位12カ国。ポット4、さらに上記を除く出場国の FIFA ランキング上位6カ国プラス大陸間プレーオフ勝者の2カ国プラス欧州予選プレーオフの勝者4カ国。正直なところプレーオフの勝者がポット4に入るかどうかは現時点では不明なのですが、例年通りであればポット4に入ることが予想されます。前大会の組み合わせを例に出すと、スペイン FIFA ランキング7位ポット1、ドイツ FIFA ランキング12位ポット2、日本 FIFA ランキング23位ポット3、コスタリカ北中米プレーオフ勝者ポット4という結果、地獄のようなグループが完成しました。現在動画台本作成時2025年3月21日、日本の FIFA ランキングは15位。この後このランキングは大きく変わることが想定されますが、現状このままの順位であれば日本はポット2に入ることができます。
現状欧州予選はまだ始まってもいないのですが、ものすごい雑にランキング順に振り分けた表がこちらになります。この組み合わせはものすごい雑な仮組なので、グループ内の組み合わせは現時点では問題ではなく、むしろ気にしたいのは同じポット2に該当する国です。ドイツ、ウルグアイ、コロンビア、クロアチア、モロッコ等の強豪国と1次リーグで対戦する可能性がなくなります。しかしこれはあくまで現状の FIFA ランキングの順位を維持することができたらという話ですし、今後もランキングは変動していきますが、これらに類する強豪国と1次リーグでぶつかる可能性が減るというのは上を目指す上で大きなアドバンテージです。現状 FIFA ランキング21位以内を維持できればポット2を死守できそうな感じです。ちなみに FIFA ランキングの算出方法はこのようにむやみやたらと複雑になっているので、無理に覚えなくても OK です。重要なのは試合の重要度によって得られるポイントが上下するという点と、試合に負けるか対象国よりランキングが下位の国に引き分けるとポイントが減算されるという点です。極端な話、アジア予選の残り3試合で消化試合だからと手を抜いて仮に3連敗すると21位以内を逃す可能性があります。しかも勝利しても日本の方が FIFA ランキングはかなり上なのでポイントはそんなに上がりません。オーストラリア代表26位、サウジアラビア代表59位、インドネシア代表127位。これによりポット1を目指すというのも現実的な話ではありません。先ほど表示した FIFA ランキングの計算式の中に試合の重要度という項目があり、日本代表はアジア予選が終われば本大会まで戦うことができるのはせいぜい親善試合に対して、ランキング上位を占める欧州勢はこの後欧州予選が始まります。親善試合の係数5に対してワールドカップ大会予選の係数は25。ランキング上位勢は強いのだから上位にいるのであって、ランキングの差はむしろ開く可能性の方が高く、日本代表はポット2のキープが現実的な目標となります。ワールドカップで好成績を残すためにも1次リーグでは楽なグループに入る可能性を 1% でも高くすることを目指すというのは当然の戦略です。なのでこれ以降の代表選手選出でも期待したほど大きな変化は見られないかもしれません。とはいえ新しい選手を試していくとも森保監督は語っているので、全く変化がないということもなさそうです。アジア予選の6月ラウンド2試合と国際 A マッチではないので、欧州の選手に拘束義務が発生しない東アジア E1 サッカー選手権2025の代表選出には特に注目が必要です。今までに見ることのなかった新しい日本代表を見ることができるかもしれません。ここまでの分かりやすいまとめ。日本代表は予選を勝ち抜きワールドカップ出場が決定しました。しかし予選の試合はまだ3試合残っているのですが、この3試合は別に勝っても負けてもいい消化試合というわけではありません。なぜならば仮にうっかり負けてしまったりすると FIFA ランキングが下がってしまう可能性があります。ワールドカップ本大会ではまず4チームごとのリーグ戦、そこを勝ち抜いて初めて優勝を目指すことのできるトーナメントに進出できます。で、先ほどの FIFA ランキングという世界ランキングの順位が高ければ高いほど、この本大会のリーグ戦で強豪とぶつかる可能性を減らすことができます。欧州プレーオフの勝者という地雷になる可能性を秘めたチームもいるので断言はできないのですが、だから森保ジャパンは引き続き負けられないのです。
そして例えば6月ラウンドにもし思ったほど大きな人員の入れ替えがなかった時や、残り試合は勝ち確とか威勢の良い記事などを見つけたら、分かってねえな。と分け知り顔で後方腕組み彼氏面などしながら遠い目で北総園で見るのも良いかもしれない。ちなみにここまでの特にポット分けの下りについては当然単なる妄想ではなく、日本代表の記者会見で山本昌邦チームダイレクターがある程度語っており、 JFA としても把握していると思われます。アジア最終予選で活躍した選手が今後の日本代表の顔になっていくことがよくあります。前大会の予選で活躍した三笘選手はその後日本代表の先頭に立つような選手になりました。本大会予選ではやはり久保選手でしょうか。現地時間2026年6月11日に開幕する北中米ワールドカップ2026。願わくば本大会でも彼らの笑顔がたくさん見られるようになることを祈りつつ、開幕までの約1年間を森保ジャパンはどのように過ごすのか、引き続き注目です。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。